本気で骨格ウェーブに悩んでた女性が、たった1週間で、ストーンマイナス3センチ出ました。すごい。骨格ストレート、ウェーブ、ナチュラル。すべての骨格でやった方がいいことは、裏ももの筋肉を使うことです。裏ももを使う練習してから骨盤矯正足ストレッチやったら、どんな骨格でも痩せます。膝を90度に曲げて、膝同士つけたまま、お尻からぐっと持ち上げます。お尻、裏もも力入ってる感覚があれば OK です。もう一回上げていきます。お尻を先に上げましょう。膝と肩まで一直線になるぐらいまで上げていきましょう。ゆっくり下ろす。お尻を先に上げる。お尻使う感覚ない方は、お尻の穴を締めるような意識でやってみましょう。裏ももとお尻力入ってれば OK です。ゆっくり下ろします。膝がどうしても離れちゃう方、膝の間にタオルとかね、紙とかを挟んで、膝と膝離れないようにしましょう。裏もも、お尻を使う。OK、ゆっくり下ろします。NG パターンは、こうやって腰を反って、こうやって上げたりするとダメです。なるべく腰が反らないように、お尻から持ち上げる。膝と膝もしっかり閉じておきましょう。ゆっくり下ろす。これなかなか難しいと思うんですけど、正直できないことなので、もうこう練習して、こうやってお尻と裏ももを使うんですよって体に覚え込ませるしか方法はないです。ゆっくり下ろす。ゆっくりでいいんで頑張りましょう。もう一度いきますよ。お尻から上げる。腰は反らない。で、どれぐらいやったらできるようになりますかって多分聞かれると思うんですけど、正直、自転車とかと同じで、自転車どれぐらい練習したら乗れるようになるかってわからないじゃないですか。それと同じなので、もうやっていくうちにちょっとずつ慣れていくしかないです。で、頑張ったら頑張った分、早くできるようになるので、一緒に頑張りましょう。ゆっくり下ろす。腰反らないようにして、お尻を先に持ち上げる。膝と膝しっかりつけておきましょう。で、裏ももお尻つりそうな方、一回休憩してもいいですし、ストレッチしても大丈夫です。ゆっくり上げていきます。でですね、僕、裏もも、お尻使う種目とか、前もものストレッチとかたくさん出してて、この前ももが張るために、じゃあ結論どれやったらいいかわからないよって感じる方、たくさんいるんじゃないかなと思います。で、そんな方向けに僕、再生リスト作りました。時間がないとき、そんな時もあると思うので、15分、30分、45分、60分と、それぞれ再生リスト作って概要欄貼りました。皆さんがね、できる時間のやつを選んで、毎日やっていただければと思います。腰が痛くなっちゃったりしたらね、ちょっと休憩しても大丈夫です。最後まで裏もも、お尻の意識、忘れないようにしましょう。で、こう、裏もも、お尻がなんでここまで使えないのかとか、この前ももが張る原因とか、今日もう一回サブチャンネルで解説しますので、もし興味ある方は、ぜひサブチャンネル見に来てください。ゆっくり上げ切る。下ろす。で、これを、この僕に言われた通りやっても、それでも裏もも、お尻使う感覚もう全然わからない。わかる兆しもないって方いると思います。で、そんな方、コメントどんどんお気軽にください。僕いくらでもアドバイスするので、一人で悩まずにね、どんどんコメントいただければ必ず返信します。インスタ、ツイッターの DM でもいいです。皆さんがやりやすいのでね、連絡いただければと思います。ラスト1回だけ頑張りましょう。お尻をしっかり上げ切る。ゆっくり下ろす。OK です。お疲れ様でした。まずは、うつ伏せに寝ましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。左のかかとをお尻に近づけます。左手で骨盤の下、ここに手を入れてみましょう。床と骨盤の隙間に手が入る方、骨盤が歪んでいる証拠です。あともう一つ見てほしいことは、かかとがお尻につくかです。理想は手を使わずにかかとがお尻につくこと。で、左手を使って、こうやって手でサポートすれば、かかとがお尻につく。これはなんとか最低ラインクリアというイメージです。で、手を使ってもかかとがお尻につかない人はかなりやばいと思ってください。では反対足もやっていきます。では右足のかかとをお尻に近づけましょう。右手でこの骨盤の下に手を入れてみて、骨盤と床の隙間ある方は骨盤歪んでいる証拠です。で、もう一つ見てほしいのは、かかとがお尻につくかどうかです。理想は手を使わずにかかとがお尻につくこと。で、手を使ってかかとがお尻につけば、最低ラインはクリアというイメージです。
で、手を使ってもかかとがお尻につかない人はかなりやばいです。ビフォーアフターで1回で変化出ますので楽しみにしててください。一緒に頑張りましょう。じゃあ、うつ伏せのまま1種目目やっていきます。かかとをお尻に近づける。こんなイメージです。かかとがお尻につかなくてもいいので、できる限り近づけましょう。で、急いでやるってよりも、ゆっくりでいいので、かかとをお尻に近づけるように、ギュッ、ギュッと力入れましょう。こう、裏ももとお尻の境目あたりにこうやって手を添えて、あ、この筋肉使ってるなーって感覚があれば、それで OK です。呼吸は止めないようにしましょう。で、この次の種目から上向きになりますので、スマホを持って上向きになる準備しておきましょう。枕ある方は枕を入れるといいと思います。OK、上向きになります。スマホは手に持っておきましょう。じゃあ、右足を大きく外回ししていきます。時計回りと反対、反時計回りに大きく足を回します。早くやることが目的ではないです。普段動かさない範囲でゆっくり大きく回していきましょう。股関節がゴリゴリなるよって方は、痛みがなければそのまま大きく回して大丈夫です。痛みがある方はゆっくり小さく痛みがない範囲で回していきましょう。呼吸を止めないようにしましょう。スピードよりも普段動かさない範囲で大きく動かすことが目的です。 OK で、次左足やっていきます。こっちは時計回りですね。時計回り、内から外に向けて回してます。こっちも同じです。ゴリゴリなるよって方は、痛みがなければね、大きく回して大丈夫です。呼吸止めないようにしましょう。で、冒頭でお伝えした2日でマイナス6センチ痩せた人、その人がね、どの動画やってたのかは概要欄貼っておきますので、ぜひ参考にしてください。呼吸止めないようにしましょう。皆さんもね、やればちゃんと成果出ますので、最後までね、ぜひ完走して1回で変化実感してみましょう。 OK。 そしたら次、この左足を右こっちに持っていきます。腰をねじるみたいなイメージですね。で、左膝床につけて、この肩なるべく床にぐーっと近づけましょう。腰、お尻、背中伸びてれば OK です。左肩がね、床につくのが理想なんですが、つかない方、そんなに無理にぎゅーっとつけなくていいです。痛気持ちいいぐらいで腰、お尻、背中伸びてれば OK です。呼吸はね、止めないようにしましょう。これまだ最初の準備運動だと思ってください。OK。逆もいきます。右足を左、こっちにねじります。右膝は床につけておいて、この右肩、なるべく床に近づけましょう。呼吸はね、止めないようにしましょう。皆さん、最初のチェック、わかりやすかったですかね。こうやり方、いまいちわからないとかあれば、コメントでどんどん質問してください。で、基本的には1回で多少変化が出るんですが、出ない方はね、大丈夫です。何回か繰り返していくうちに、必ずね、どんどん良くなってきますので、太ももも細くなるので、一緒に頑張りましょう。呼吸だけ止めないで、できつかったらね、途中でサボったりとか、再生速度調整したりして大丈夫です。OK、上向きになりましょう。そしたら、こうやって膝曲げたまま、膝同士はつけておいて、お尻を持ち上げます。お尻を持ち上げる。裏ももとお尻の筋肉を使うので、こうやって触ってね、裏もも、お尻力入ってれば、それで OK です。腰痛い人は絶対無理しないでください。で、膝同士しっかりつけておくとね、内ももも効きますので、なるべく膝同士つけておきましょう。で、どうしてもお尻使ってる感覚ないよって方はね、もう練習あるのみです。こうやってお尻触って、お尻意識しながらね、やっていくうちに感覚出てきますので、一緒に頑張りましょう。OK。そしたら次、片足ずつ上げていきます。こんな感じです。前ももをなるべくお腹にギュッと近づける。しっかり近づければ腹筋に効いてきます。腹筋とかね、股関節付け根使ってる感覚あれば OK です。もしね、全然余裕だよって方は、足上げるときに、ちょっと上半身もギュッと上げてあげると、より腹筋に効いてきます。呼吸は止めないで。で、なるべく足上げる瞬間に息吐くといいです。こんな感じです。首痛い人とか絶対無理しないでくださいね。OK。そしたら一回膝伸ばして、肩幅よりちょっと広めに開いたら、
内外にねじっていきましょう。これはね、休憩ストレッチです。股関節、付け根から動かすイメージです。内外にしっかり動かしていきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。腰が反って痛いよって方もしいたら、こうやってね、膝曲げた状態で左右に倒しても、もちろんこれでも OK です。皆さんどうですか？ついてきてますか？もしね、ペース速かったりしたら、再生速度調整する、各種目最後の10秒サボるとかね、自分で調整してみて、やってみてください。OK。そしたら一回、膝曲げた状態で、右足だけしっかり伸ばしきる、戻す。伸ばしきる、戻す。これ繰り返していきましょう。しっかり伸ばしきることが目的です。で、伸びきらないよって方はね、ちょっと高さ低くしてもいいです。これぐらいでもいいです。しっかり膝を伸ばしきる。逆に余裕だよって方は、なるべく高い位置で、しっかり伸ばしきる。これもスピード勝負じゃないです。膝伸ばしきることが目的です。伸ばしきるとね、この裏もも、膝の裏伸びる感覚があると思います。しっかり伸ばしきる。OK。逆足やっていきます。しっかり伸ばしきる。伸ばしきる。一回一回足床に下ろしてもいいですからね。スピード勝負じゃないです。伸ばしきることが目的です。きつかったらこうやって低い位置でも OK。呼吸止めないで。頑張れる人は高い位置で。きつい。しっかり伸ばしきって。このね、伸ばしきるときに膝肉使いますからね。伸ばしきる。で、次の種目から横向きになります。右向きで横向きになるので、スマホを持って右向きになる心の準備だけしておいてください。しっかり伸ばしきって、ラスト1回伸ばしきりましょう。よし、伸ばしきる。OK。次、右向きで横向きです。スマホは顔の前に置いておきましょう。で、膝90度に曲げておいて、膝同士離す。膝同士離す。お尻の横、ここを使うイメージです。呼吸止めないようにしましょう。お尻の横、ここを使う感覚ありますか？触ってね、あ、硬くなってるなとか動いてるなって感覚あれば OK です。これすごい地味なんですけど、正しくやるとね、めちゃめちゃお尻の横効きます。NG パターンは、こうやって体がね、後ろに倒れちゃうと NG です。骨盤固定したまま、膝だけ離す。膝だけ離す。OK。そしたら、右足前に出して、このね、左足、真上に上げる。お尻の横、ここ使ってます。真上に上げる。呼吸止めないで。きつ。これきつい。なるべく高く上げましょう。呼吸止めないで。頑張れ頑張れ。もしね、多分ね、そろそろきつくなってくる方いると思います。各種目最後の10秒サボる。再生速度を変える。一回ね、途中停止して水分補給する。自分がね、やりやすい方法でぜひ最後まで乾燥してみてください。乾燥することでね、本当に一回で変化わかりますので、楽しみにしててください。きついな、これ。OK。そしたら、右足前に出したまま、左手で左足首掴む。こんな感じです。できますか？左の前ももをストレッチします。左の前もも、付け根、この辺がね、伸びてれば OK です。で、余裕がある人は、ちょっとね、この左足を後ろにギューッと引くといいと思います。こうするとより伸びてきます。で、まだ余裕があるよって人は、わざとね、猫背を作る。腹筋、力入れて腰を丸める。わざと猫背を作ると、めちゃめちゃ前もも伸びます。ただ、これ前もも伸ばすことが目的なので、きつい人はね、こうやってただ、足首持ってるだけでも十分伸びると思います。よし、OK。そしたら次は、左手、ぐっとこうやって胸を開く、戻す。胸を開く、戻す。呼吸止めないようにしましょう。で、こうやってね、骨盤ごと開いちゃうと意味ないので、骨盤は固定しておいて、手だけ後ろに持っていく。こんなイメージ。背中の筋肉を使います。背中の筋肉使って胸は伸びる。これもスピード勝負じゃないです。普段動かさない範囲までしっかり胸を開く。頑張って。骨盤固定しておいて。で、この次の種目から逆向きになりますよ。じゃあ皆さんスマホ持って願い打ちましょう。逆向きです。よし、そしたら、スマホは顔の前に置いておいて、膝は90度ぐらいに曲げて、
膝同士離す。このお尻の横を使う感覚ありますか？頑張って頑張って。ここ。こうやって手でね、お尻の横触ると、あ、動いてるなーって感じがあれば OK です。スピード勝負じゃないですよ。お尻の横を使うことが目的。頑張って。きついな。NG パターンはこうやって後ろにね、体ごと倒れちゃうのは NG です。頑張って。ラスト1回。OK。左足前に出して、この右足、真上に投げる。真上に投げる。お尻の横をここ使う感覚あれば OK。そろそろね、皆さん疲れてきたと思います。極端な話ね、もう無理せず一種目丸々サボってもいいと思います。なんかちゃんとね、完璧にやるってことよりも、サボりながらでもいいから、完走して、それを習慣化することが大切です。もうね、僕の中で習慣化の定義って、週に1回でもやってれば習慣化なんで、全然それで OK。何もやんないよりはね、はるかにいいので、ラスト1回、しっかり上げて、OK。右手で右足首掴みましょう。右の前ももストレッチです。伸びますか？余裕がある人は、ちょっとね、こう右足後ろに引くと、より右の前もも伸びてきます。伸びてればね、そんな無理しなくて OK です。余裕だよって人はわざと猫背を作る。腹筋を使ってわざと猫背作るイメージ。そのまま右足後ろに引くと超伸びます。ただこれきついので無理しなくていいです。右の前ももを伸ばすことが目的。伸びてれば OK。どんどんサボりましょう。呼吸は止めないで。よし、OK。そしたらこうやって足揃えておいて、右手を前に持ってきて、胸を開く。前に持ってきて、胸を開く。骨盤が後ろにこうやって倒れちゃうと NG です。膝同士はつけたままってイメージですね。そのまま、開く、戻す。これね、足痩せなのになんで上半身入ってるのっていうと、結局ね、足だけ痩せるって難しいので、全身やるのが一番理想なので、なるべくね、どの動画も1種目ぐらいは、こうね、上半身とか入るようにしてます。頑張って。で、この次の種目から、うつ伏せになりますよ。スマホ持って、うつ伏せになりますよ。ラスト1回しっかり開く。OK。スマホを持って、うつ伏せになりましょう。よし。そしたら、うつ伏せになったら、上半身べちゃっと寝かしちゃっていいです。で、足揃えたまま、お尻の穴をギュッと締める。緩める。お尻の穴ギュッと締める。緩める。これ感覚わかりますか？難しい方こうやってお尻触りながらやるといいと思います。お尻に力入ってれば OK。お尻の穴ギュッと締める。緩める。ギュッと締める。緩める。で、ちゃんと力入ってるとね、お尻の穴が閉まるときに内もも使う感覚もあると思います。頑張って。呼吸止めないで。ゆっくりでいいからしっかりお尻の穴閉める。ギュッ。戻す。OK。そしたら、次、左足を右、こっちにねじります。左のお腹の前面伸ばしてます。なるべくつま先向こうに向かってぎゅーっと伸ばしましょう。でね、うまーく伸ばせると、左のお腹の前面からこの股関節付け根ぐらいまで伸びるんですけど、ちょっと難しいかもしれない。まあ、お腹の前面伸びてれば OK です。呼吸は止めないようにしましょう。よし、OK。次逆足いきますよ。右足を左、こっちに持っていきます。右のお腹の前面、伸びる感覚あれば OK です。腰痛い人は絶対無理しないでください。右のお腹の前面から股関節付け根にかけて伸ばすことが目的です。もしね、きつかったらこうやって一回戻してもいいし、サボってでもいいし、もう一回やり直してもいいし、なんでもね、自分が習慣化しやすいようにアレンジして動画使ってもらえればと思います。きついな。呼吸だけ止めないで。腰痛い人絶対無理しないで。OK。そしたら、最初に行ったパタパタしていきます。かかとをお尻に近づける。このイメージでパタパタ動かしてみましょう。皆さんこれだけでもね、最初よりかなりかかとがお尻に近づいてる、もしくは動きやすいってことがわかると思うんですが、分かってほしいんですが、わかりますか？どうでしょう？
一番最初に行ったチェックは最後にやりますので、楽しみにしててください。で、これ、パタパタしてるだけでもいいんですが、できたらね、この裏もも、お尻の境目あたり、こうやって手を添えて、あ、筋肉使ってるなーって感じあると最高です。呼吸止めないで。肩はね、力入んないようにしてくださいね。オッケー。そしたら次は、左手で左足首掴みます。左の前もものストレッチをしていきます。左前もも伸びますか？いまいち伸びない方は、膝をね、ちょっと床から浮かせる。こんな感じです。こうすると伸びてくると思います。ただ腰痛い人絶対無理しないで。そんな前ももがギューッと伸びてなくてもいいです。こう左の前ももが、伸びてるなーぐらいの感覚あれば十分です。で、肩、変な風に力入りすぎないように意識してくださいね。呼吸は止めない。肩は力入れすぎない。前ももが伸びてればそれで OK。呼吸止めないようにしましょう。OK。次、右手で右足首掴みます。右の前もも伸びますか？伸びない方は、ちょっとね、膝を床から浮かせてあげると、より伸びてきます。腰、肩痛い方絶対無理しないでくださいね。呼吸止めないで。で、この後、最初に行ったチェックやってみましょう。きっとね、変化が出てますので、変化が出たらね、コメントで変わったよと教えてください。よし、OK。では、一緒にやっていきましょう。左足から、かかとをお尻に近づけたとき、このね、骨盤と床の間、ここに隙間があったんですが、僕はね、見事に隙間はなくなりました。手が入らなくなりました。皆さんどうですか？で、もう一つは、かかとがお尻につくか。僕はやっぱりね、手を使わないとつかないです。手を使って、かかとがお尻につく。ここまでいけば最低ライン OK です。手を使ってもかかとがお尻につかないよって方はね、ちょっとまずいと思います。硬すぎますね。でもね、やっていくうちに柔らかくなるので、応援しますので一緒に頑張りましょう。OK。次、逆足もいきます。かかとをお尻にぐっと近づけます。この時に骨盤と床の間、隙間が僕はなくなってます。ビフォーでは隙間があったんですが、アフターで隙間なくなりました。で、もう一つは、かかとがお尻につくかですね。僕はちょっと手を使わないとつかないですが、理想は手を使わずにかかとがお尻につくこと。で、手を使ってかかとがお尻につけば最低ラインは OK。手を使ってもつかない方はね、ちょっと硬いかなと思うので、頑張りましょう。OK、お疲れ様でした。皆さん、変化出ましたか？コメントで教えてください。でもここまで頑張った方は全然ズボラじゃないです。素晴らしい。自分自身に拍手しましょう。もしこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメント欄使って1週間チャレンジも一緒に頑張りましょう。